してこの、今アルマ望遠鏡というものがずらっと、南米のチリに来ましたが、場所が標高がすごいんだそうですね。はい、この場所は標高5000メートルですね。富士山の頂上よりずっと高いところです。そういう場所で宇宙を見るっていうと、なんだかすごいなっていうイメージがありますが、どうですか、この郡山でご覧になってた時と、この南半球南米でチリで見てた時の星空の違い。はい、そうですね。まず南十字星が見えることですね。それから郡山では見れませんでしたけども、それから、南十字星のですね、左側にですね、ケンタウルス座のアルファ星とベータ星っていうのがありまして、その2つですね。これが南十字星を指し示しているポインターと言われてますね。確かに星を結んでこの十字架の形って、極端に言えばどこでも2本線結べば十字架になりますからね。はい、そうです。この南十字星の近くにはですね、十字星がいくつかありまして、今指し示したところですね、ダイヤモンドクロスになりますね。それから右の方に行きますと偽十字とかありまして、北半球から来られるですね、観光客の皆さんがですね、間違って、そちらを見てですね、南十字星と間違って帰られるっていうケースもあると聞きました。じゃあ偽物を思い出に持ち帰らないように本物を見つけるっていうのは大事ですね。そうですね。そのポイントが南十字星の左側にあるケンタウルス座のアルファ星とベータ星2つの一番星ですね。一等星ですね。一等星が2つ左側にありまして、南十字星の一等星2つとですね合わせますと、こんな近くにですね一等星が4個あるというのも珍しいことです。ここですね、ここ南十字星ですけど、南十字星の下にここに暗黒星雲コールサックというのがありまして、こちらにもいろいろありますんで、こういう星のないところをですね、見つけて、それをいろんな動物に、例えばこれはリャマというラクダに似た動物ですね、これをリャマ、それからキツネとかですね、そのようにですね、星がないところを見つけて、楽しんだという楽しみ方ですね。星と星をつなぐのではなくて、星がないところをつないでですね、いろんな動物を表したと言われています。逆なんですね。星のないところ、ちょっとじゃあ星を時間とともに動かしてみましょうか。そうすると今天の川、これ先ほどよりはっきりいわゆるデジタルプラネタリウムの機能で出してみたんですが、本当にこの標高5000メーターで見るとこのようなイメージに近いですよね。そうです。後ほどあれですね、講演会の時にその辺の説明も入れたいと細かいところは入れたいと思いますけども、そのように、そうですね、このような感じです。そうするとあとは日本から出かけていくと、南十字星の他にちぎれ雲みたいなものもなんだかこの地平線の近く気になりますね。これもこんなふうにはっきり見られるもの。そうです。これは大小マゼランですね。はい、そうですね。これも北半球の人から見ると魅力的な天体なんですけど、こんな感じでこれよりちょっと薄いくらいですね、見えます。ではこれがみんな北の方を回っていくんですね。それが面白いんですね。それから星座がそれぞれ逆さまの星座が見えるっていうのがですね、こういうふうに空を、時間とともにちょっとカレンダーの日付出しましょうか。実はお昼ですね。ちょっと太陽のでは出してみましょうか。実は太陽が左手西に沈んでいきますけれども、ずっとじゃあこれは北の空を太陽が通っていったということですね。そうです。そしてオリオンが本当に真っ逆さまですね。そうするとこのような形で不思議に
ちょっと私たちからするとね、不思議に見られる星景色ですけれども、星座は何ですか、メソポタミアの時代からヨーロッパの時代からずっと北半球の人たちが考えてきましたんで、こういう形になってですね、南半球から見ると。そうすると、ではその先ほどの暗黒星雲を見て星座を作った、その土地の文化っていうものがあって面白いですね。本当に全部面白いぐらい逆さまに空を巡ってきますね。そうですね。